おお、びっくりした。なんだ。めっちゃなんか斜めってるというか、すごいね。アニメとか映画のワンシーン。おはようございます。ピエンです。私は毎月2、3回旅をしております。そして今回の行き先は、おはようございます。私は今大分県津久見市に来ております。今日は佐伯市の観光と九州最東端の岬に行きます。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップがめちゃくちゃ励みになるんです。よろしくお願いいたします。そして本日最初の目的地がですね、佐伯市に向かう途中に干潮時にしか渡れない島みたいな、そこ寄り道してから佐伯市の方に行って観光していこうと思います。ただGoogle マップのナビとかね、ストリートビューで見た感じね、なんか車で行けるか分かんないんですよね。なんか入り口が分かんなくて、もしかしたら車で行けないんで、めっちゃ歩かないといけない可能性もあるんですよね。てな感じで大分ドライブ旅2日目が始まりました。最初に向かうのは大分県津久見市の海沿いにある絶景スポットでございます。見学者、観光とか見学する人用の駐車場なんだ。ここ学校だよね、これ。この学校を臨時駐車場としてるんだ。じゃあこっから歩いていけるっぽいですね。こっちから行くんですね。てかなんかめっちゃ蜂がいるな。久々にクマンバチ見たわ。校庭を突っ切っていく感じなんだ。立ち入り禁止とかではなく見学者用って書いてあったから、多分通っていいんだろうけど、あれ道つながってんのかな。これ遠くから見ることしかできないのかな。すごい光景です。今まで日本全国いろんな観光スポットを行きましたけど、こうやって学校の校庭とね、あとこの海がね隣り合わせっていうかで、そのままここにビュースポットがあるっていうのは初めて来ましたね。でここはですね、網代島というそうですね。網代島で見られるチャートは今から約2億5000万年前から2億年前にできたもので、地球の歴史の中で一番大きな生物大量絶滅があった直後の時代だそうですね。干潮時じゃないとね、今は干潮じゃないんで渡れないんですけど、結構なんか貴重な地層らしいですね。ここは、潮が満ちてるんで全然歩くのは無理なんですけど、でも確かになんかすごいな。あんまり見たことないな、こういうなんか、地層はね、全然わかんないですけど、あっちの奥の方がなんかすごいですかね。網代島がなんかすごいのかな。砂の道を渡っていくと周りの岩石が黒、緑、紫、赤と変化していって、これは何かというと、酸素が少ない環境で、生き物が絶滅してしまった頃から環境が回復するまでの歴史、地球の歴史を記録しているものだと言われているそうです。多分渡れるぐらい潮が引いてれば、こっから多分歩いていけるんですよね。道が作られてて、ここが渡れるレベルで潮が引いてれば、そのままぐるーっとこう行って、ここを渡って、鳥居があるんですけど、あっちまで行けるんですね。海とかね、こういうちっちゃい島の景色がいいですね、一人旅は。いやー、こういうなんか人もいなくて、この何もない、ただ景色だけがあるっていうのがね、いいですよね。こっちはなんか洞窟みたいになってるのかな。だからこの学校もすごいですよね。この校庭のもうそこがすぐ海なんで、昼休みに泳いでる人とかもたくさんいたんじゃないですかね。次はですね、ちょっと進んだらもう佐伯市なんですよ。で佐伯市に入ってすぐのところにまた海沿いにビュースポットがあるそうなんで、ちょっと寄り道します。網代トンネル通過します。でこの辺いいっすね、景色が。この辺の海沿いドライブもなかなかいいんじゃないですか、一人旅に。佐伯市に突入しました。人生初の佐伯市でございます。お寿司がね有名らしいんですけどね、朝から営業しているところがあるんでね、お寿司食べますけれども、なのでね、このままぜひご覧ください。ちょっとその前にお腹空かしてからねお寿司食べたいんで、ちょっとねプラプラ観光してからお寿司食べます。昨日の夜ご飯で食べたお店がね、津久見市のホテルの前にあったんですけど、そこもね美味しかったです。しかもめっちゃ安い。持ってるとかじゃなくてマジでコスパ最強なので、
昨日の動画ねまだ見てないという方はね、この動画を最後まで見た後にちょっと見てみてください。ここは中学校なのか。すごいですね。中学校の横に漁港があって、もうすぐ海ってすごいな。観光スポットの看板と案内があるから、もう多分止めてダメってことはないでしょうね。ということでレッツゴー。夕日の時間帯だとこんな感じで見れるんですね。でここは漁港なのかな。いろいろとなんか情報量が多い場所なんですよ。でトイレがあって交番があって漁港があって駐車場があって、で見えてきました。すごい。とかなんかあっちの奥の方にもなんか展望台があるね。あれは展望台で、これが二見ヶ浦ですね。夫婦岩。いやーでもここの景色もいいですね。さっきの場所はなんかもう手つかずの自然みたいな感じで秘境感があってよかったんですけど、ここはシンプルに観光しやすいのと、景色もね素晴らしいですね。なんか青い海が、こっち側も個人的にはこっち側もなんか造形が美しい。なんかあそこにもなんかあるな、展望台みたいな。一人旅ばっかりしてると遠くの方ばっか見てなんか視力が上がってきたかもしれん。このしめ縄は全部ね手作業で付けられたそうですね。この遊歩道が完成したことによって手作業でね大変だったしめ縄交換もなんかスムーズにいったみたいな書いてありましたね。相当重そうっすよねこれ。どうやって付けるんだろうこれ、手作業で。そしてここは初日の出のスポットとしても人気だそうですね。さっき見ていた写真は夕日ではなくて朝日だったんですね。波の音が心地よくてね、景色もね独特で、なんかぼーっと見てしまいました。そして次は今日の朝ごはんは市場にあるお寿司でございます。朝から寿司を食べるなんてね、もうなかなかの贅沢ですけど、結構ね口コミもいいですし、市場のとこにあるねお寿司屋さんなんで絶対うまいですよね。今日は木曜なんで平日の朝どうなんだろうな。さすがに満席とかはないとは思うんですけど、1階に市場があるんですかね。でお寿司とかもあって、で買ってそれを2階でねフードコートみたいな感じで2階で食べることもできるそうなので、とても眺めのいい海沿いを進みながら向かいます。佐伯市は空港から遠いので来るかどうか悩んだんですけど、結論来てよかったです。すげえ、なんか工場が、奥にでかい工場が見えてきました。これはなんだろう、太平洋セメントで、朝7時とか6時半からやってると思ってたら朝9時半でしたね。あと1時間ありやないかい。まだ8時半なんでちょっと早すぎたな。海の市場佐伯丸に到着。ここのこれ右か。おー、いいっすね。この雰囲気がもう絶対うまいとこやんみたいな。どうしよう、早く着きすぎてしまった。就職活動で早めに着いた方がいいかなで1時間前に着いて逆にどうしようみたいな、それを思い出すわ。とりあえずあれっすかね、適当にブラブラ移動してればなんか素晴らしい景色とかありそうなんで、こういうのも一人旅の醍醐味です。ちょっと近くにですね、なんかビュースポットというか映えスポット的なのを発見したので、ちょっと見てみようかなと思います。到着しました。いや、いい眺めですね。いや、散歩コースとかでもいいですね。ここはでビーチになってるんですね。ここになんか壁画があるんですよ。壁画っていうかすごい。でもこれあれだな、近くで見ると分かんない。ちょっと離れたところから見ないと分かんない感じですかね。竜宮城、竜宮壁画だっけ、なんかそんな感じだった気がする、名前が。これずーっと続いてんのかなこれ。なんかここの地形っていうかなんかすごいですね。このビーチの形、なんか普通ビーチってこうやってねバーってまっすぐが曲線に続いてるイメージなんですけど、ここはなんかぐにゃぐにゃぐにゃってなってる。人工的にちょっとなんか埋めたのかな。いや、腹減った。お寿司の時間まであと40分もある。これで9時半ぴったりに行ってめっちゃ混んでたらちょっと泣けるね。1時間前からいたのにみたいな。
ここは特に観光スポット名はないですし、別に観光スポットではないんですけど、地方のね自治体の方とかとコラボして新しくビュースポットを作るとか、そういうプロジェクトっていうかやりたいですよね。観光スポットの命名とかしてみたいわ。でも今ある観光スポットのほとんどはもう何百年も前から名前がついてるとかそういう感じばっかですよね。展望台は最近作られたとこあるかもしれないけど、それにしてもね、ほんとここの眺めめちゃめちゃ良かったです。一人旅とかね、ドライブ旅が好きな人はね、ぜひね、佐伯市に来たら寄ってみてください。そしてそろそろ時間が近づいてきたので、お寿司タイムにしたいと思います。やばいやばいやばい。もうすごいことなってるぞこれ。トンビとカラスがたくさん集まってね、カオスになっています。もう全然逃げないね。そしてついに佐伯海の市場に到着しました。こちらの鮮度一番さんでお寿司を堪能したいと思います。そして早速購入しました。朝9時半からオープンでね、もうめちゃめちゃ混んでますね。お寿司がちょっとこのね真下らへんなんですよ。お寿司コーナーがサーモン尽くしと本マグロ中トロ握りと、あとね単品のお寿司もあるんですよ。でこの下の桶選んで、手袋はめて手でお寿司を取るみたいな感じでしたね。朝から贅沢にいただきます。これで2699円なんで安いですね。で2階はこんな感じでイートインスペースになってます。今のところ誰もいないで、持ち帰りの人が多いと思うんで、朝一で来れば全然大丈夫ですね。一人でも入りやすいです。土日はやばそうですね。平日ですけどもうこんな混んでるんで、まだ9時35分なんで5分でこんな混んでます。てな感じで朝から贅沢にお寿司をいただきます。お寿司の種類はたくさんあったんですけど、結局ねいつも通りサーモンと、あと中トロ尽くしと単品でエビブリトロ炙りサワラにしました。やっぱりお寿司は最高ですね。そしてここはね市場なんでね、作り置きしてるものをテイクアウトして上で食べるみたいな感じなんでね、鮮度がいいって言っても作り置きでしょって思う方もいるかもしれないんですけど、それでもうまいですね。すでに作ってあるものをテイクアウトして食べるタイプのお寿司だとシャリが冷たいのでね、人によって好みはあるかもしれません。普段お寿司屋さんでねあったかいシャリで食べてるんで、これはこれでね違った感覚になるというかね、もともと白いご飯とか固めの方が好きなんで、ちょっと冷えてて固めのねギュッとなったシャリっていうんですかねの方が美味しく感じるっていう人もいると思います。個人的にはめっちゃうまかったです。今度は佐伯市を拠点にして2泊3日とかで旅行して、毎朝ここでお寿司食べたいですね。中トロも美味しかったです。細巻きも好きなんでね、こうやってセットになってんのは嬉しいですよね。そして2階の席はね、思ったよりねお客さん来なかったですね。みんな持ち帰りなんですかね。ちなみにお寿司のコーナーはこんな感じになっています。ここが単品のお寿司コーナーで、桶のサイズを選んで手袋をはめて自分でお寿司を盛り付けていくという流れでした。こっちには細巻きやちらし寿司などセットも売っているので、 4,5 人とかで来てみんなでシェアして食べるというのもいいと思います。お寿司美味しかった。でもすごいまだ10時過ぎだけど、もうすごい駐車場はすぐに埋まっちゃいますね。9時20分とかね、5分10分前から来てちょっと待ってる方がいいかもしれないですね。2階は席数も多いのと、1人で食べやすいカウンター席もあって、2階でゆっくり食べれるんでね、2階がいいんじゃないですかね。そしてお寿司を食べまくってからの九州最東端の地に向かいたいと思います。なんだろうこの木、めっちゃ珍しくないですかこの木。盆栽みたいな。ほんとね、地域ごとに様々な景色があって面白いですよね。これだから旅はやめられません。そしてこの橋を渡っていきます。万丈川というそうですね。この川は新佐伯大橋。山道に入ってきました。山道抜けて海に出てきましたね。すごいいい景色だ。意外とあれだね、山を登ってくってよりかはもうこの海沿いのこの道をずっと端っこまで進んでいくって感じなんですかね。あと15キロのところまでやってきました。こっからまた登っていく感じですかね。今のところはめっちゃ運転しやすいですね。すごい。背景には海が広がっております。これすごいね。
これを右か。意外と道は広くてとても運転しやすかったです。あと4キロ地点までやってきました。九州最東端鶴見岬の看板出てきましたね。すごい、桜の絨毯みたいになってる。こう両サイドが、こっから狭くなる感じですかね。鶴見岬灯台まであと3キロの地点にやってきました。こうやって道が分かれてて、これを右に進むと灯台とか展望台があるとこですね。九州最東端の地。こっから道が細くなるのかな。坂が急になってきました。どんどん登っていきます。もうすでにすごい、もうちらっと見えた景色がめっちゃ綺麗だった。ちなみに四国最東端もね行ったことあるんですよ。ぜひねその動画も見てください。あそこもねなかなか良かったですね。そしてついに駐車場に到着しました。車ここまで。こっから 100m 200m ですかね、歩くのは。ようこそ九州最東端の地。九州最東端到達証明書を発行しています。200円。とりあえず東大に行きますかね。こっから何分ぐらい歩くんだろうな。この道を進んでいくんですよね。今この瞬間多分ね、半径数キロメートルに人間が俺しかいない説あるんですよね。なんかある、なんこれ。ホラーな。なんだこれは。人間がいなすぎてさ、なんか変な動物とか出てきたら怖いっすよね。咳払いで威嚇しながら進もう。なんだろうこれ。なんかトンビが来たぞ。着いた。2、3分とかパッと来れちゃうねこれ。2、3分も歩いてないか。1分半とか。そう開けてんね。とりあえずこっちか。この道を進んでいくと、これ大丈夫かな。なんかめっちゃさぐにゃぐにゃすんだけど道が。さすがに崩れないか。人一人の体重だったら大丈夫でしょう。ちょっと怖いな。でもこれマジでめっちゃなんか斜めってるというか変形してるというか。すごいね、ここの景色も。そしてクマンバチがいっぱいいるね。クモの巣とかはないですね。150メートルも降りてくんかい。足元に気をつけてっていう看板がちょっともう倒れちゃってるね。うわすごっ。これを降りてくのか。これはもう気合で行くしかないね。今ちょっと下ってきましたが、振り向くともうねすごい景色になっています。この隙間から見えるこの背景もすごいですね。奥の景色もすごいですよ。もうこれすごいマジで。びっくりした。なんだ。うわーすごっ。でもテーブルとか椅子があるんだね。こうやって休憩スペースというか。でもなんか埋もれちゃってるね、土に。何年前、最後に整備したのは何年前なんだろうかね。いやーで冒険気分、冒険レベルが高い。ここはもう柵がね、木が腐って折れちゃってますね。すげえ。すごっ。これはすごい。そして無駄にでかい声を出して虫とかを遠ざけるっていうね。一人旅ばっかりしてるとこういう技がね身につきます。そしてついに到着しました。九州最東端鶴見岬。九州最東端からお届けしております。素晴らしい景色をご覧ください。こっちは水平線しか見えないんであれですけど、すごいね。曇っちゃってね、あっちは何も見えないですね。こんな感じになってます。なんだこれ、謎の、これはなんだ、鶴見町の地図の形なのかな。これが九州最東端の絶景です。これはね肉眼で見てほしいですね。すごい。こっちはね、ここはさすがにあれか、もう遊歩道とか作れなかったんですかね。この辺もなんかね、でもあそこなんか展望台みたいなのあるな。もうすごいね。でもここはなんかあれなんですかね、あんまり知名度がないというか、空港から遠いとね観光客はなかなか来れないですよね。でもツアーバスとかね来てんのかな。駐車場は結構広かったんですよね。九州最東端の絶景とともにチャンネル登録高評価お願いします。ぜひ。こんだけ一人旅で端っこばっか行ってる YouTuber あんまいないんじゃないですか。いやもっとなんか一人旅をね流行らしたいですね。もう一人旅でもこんだけ楽しめるんだぞっていうのをね伝えたいですね。もう結構楽しいけどね一人旅。一人でなんかするのが好きな人はね、特に男の人はね一人旅とかハマる人はハマると思うんだよな。それにしても素晴らしい絶景です。九州最東端鶴見岬来てよかったです。次は最西端にも行きたいですね。そしてまたこの険しい道を歩いて戻ります。これ地味にきついぞこれ。
階段がまだあるだけありがたいか。今度は灯台の周辺を歩いてみます。疲れた。奥に進むと展望台と幸せの鐘がありました。鳴らしとくか。ちょっとね、あいにくの天気ではありますが、素晴らしい景色です。全然通り道ではないんですけど、こんなところもありました。でもこういうの見るといつか落石に遭遇してしまうんじゃないかと思ってね、ちょっと怖くなりますよね。おー、すごいところ見つけた。これすごいね。おー、何これ。なんかステージのような展望台を見つけたので、とりあえず記念撮影しておきます。めちゃめちゃここ眺めいいです。Google マップで調べてみると、ここは元の間海峡段々展望所という名前だそうです。のどかだね。めっちゃいい。奥の方はなんか赤紫色になってるね。地層。ここもやっぱビュースポットなのかな。ちょうどね、ここだけなんか駐車スペースがあるんですよ。紫っすね。肉眼だとめっちゃね、赤紫っぽいんですよね。なんだろうこれ。そしてさらに進むとビーチもあります。観光スポットだけじゃなくて、こうやってね、ぶらりドライブ旅みたいなのもいいですよね。特に観光スポット名がない場所でもめちゃくちゃ眺めがいいです。めっちゃ犬鳴いてる。次はですね、ドライブがてら空の展望所という場所にやってきました。時期的にちょうどですね、遊歩道の両側には芝桜が咲いております。ここは豊後黒潮ラインという道路のすぐ脇にあるビュースポットです。奥まで進むと展望台があり、こんな感じで海の絶景を眺めることもできます。豊後黒潮ラインは高いところの標高だと250メートルあるそうです。ちなみにここ空の展望所の標高は160メートルだそうです。なんかやたら犬の鳴き声が聞こえるね。大自然の絶景と吠えまくる犬の鳴き声がなんとも不思議な世界観を放っています。ここは空の公園。すごいところにやってきたんですけど、雨降ってきちゃったんですよね。なのでちょっと一旦ここ飛ばして先のスポットに行きます。すごい。ここもすごいわ。もうちょっと上から撮ればよかったな。この道がすごかったんですよね。いやー、めちゃくちゃ眺めがいいです。ここは佐伯市に来たら絶対に訪れたいドライブスポットだと思います。しかしね、あいにくの天気で雨が降ってきてしまったんでね、ちょっとね、ささっと次の場所に向かいます。そこそこの雨だな。今日やまないのかなこれ。車のナビだとね、ここまでしかないけど Google マップのナビだとあるんだよね。看板出てるから車でも行けるはず。急に道が狭い。おー、これ大丈夫？いけるか？めっちゃなんかやばい、土砂崩れみたいな石とか枝とかがなんかね、この辺に神社があるらしいんですけど、これは行ってもいい場所なのか？まあちょっと見てみますかね。こっちまで一応車で入れなくはなかったのか。もう人が来てる気配は全くないですね。神秘的な本殿拝殿です。そして奥には海沿いに佇む鳥居があります。めっちゃすごいね。アニメとか映画のワンシーンに出てくるような神秘的な景色です。この景色を見にやってきました。
おー、いい眺めだ。まさかの雨が降ってきてしまいましたけれども、すごい神秘的、すごい景色です。こっちはビーチになってますね。礼部神社ってものかな。すごい、もう全然もう全く人がいないですね、ここは。ちょうど2時3時が雨なんで、なかなかタイミングが悪かったですが、そして今佐伯市のめっちゃ南の方に来てるんですが、今日の夜泊まるホテルは大分市なんで、かなりね移動するんですよ。ここから一気に、ここからまた1時間半2時間くらい運転して大分市街を目指します。いやー、佐伯市グルメも観光も最高でした。ありがとう佐伯市。そしてここから一気に大分市街に向かいます。結局雨は止まずにむしろ強くなってしまいましたが、ほとんど見通しがいい道ばっかりでまっすぐで道幅もあったので、割とスムーズに移動することができました。さっきの場所からどんぐらいあったの？70キロぐらいか。大分市街まであと13キロの場所までやってきました。そして雨も止んできましたね。明日晴れてくれればいいんですよね。今日はもうある程度観光はねできたんでね、早めにチェックインしてちょっと休憩しようかな。疲れたな。こう一気に急に都会になってきましたね。この辺の駐車場が全然空いてない。ここはもうあれですかね、大分の繁華街。ちょっと雨がめっちゃ雨降っちゃったのと、1時間半2時間ぐらいそう時間に余裕ができたんですよね。なので首肩凝ってるんでちょっとリフレッシュしようと思います。うわ、まさかの雨、えぐいえぐい。2時間くらい余裕ができたので、商店街にあるオイルマッサージのお店で首肩を中心に施術してもらいました。そして雨の中無事にチェックインできました。なんかリニューアルしたのかな。なんかめっちゃ綺麗。この壁と設備系が綺麗なんですよ。めっちゃ良くないですか？しかも安いんですよね。もうシャワーもついてて、でここはあれなんですよ。いつも泊まってるドーミーみたいな感じで、3階にサウナとかね、温泉があるんですよ。一人でね泊まるんだったらこういうところがもう一番最強っすよね。やっぱ新しいっすよね。もう壁が新しいで、エアコンこっちの向きで、しかもこのコンセントがここにあるんですよ。ここにコンセントが縦2個あって、横にもあるんですよ。ここに1個あって、ここにも1個あるから、こっちにもあるのかな、もしや。結構いいっすね。4階がちょうどこういう感じなんですね。駐車場がね、満車だったら向かいの駐車場に止めれば大丈夫ですね。あっちは満車になることなさそうでしたね。でもめっちゃ混んでる、この辺。こんな感じです。で、大分駅からも近いんで、歩いたらどんくらいかかんないけど、ここを拠点に2泊3泊でね、観光するのも良さそうですよね。佐伯市方面とか行くときに。そして今日の晩ご飯はこちら、串焼き屋台とぎさんでございます。こんな感じで一人でも入りやすい雰囲気になってます。しかも泊まっているホテルから歩いて1分くらいというね、めちゃくちゃ立地もいいです。とりあえずジンジャーエールとお通しのキャベツを食べながら注文の品が届くのを待ちます。最初にやってきたのはこちら、鶏刺しの炙りでございます。ネギと生姜と醤油、これはもう絶対にうまいやつです。どっぷりつけすぎてしまいましたが、これちょっとだけつけて食べた方が美味しいです。生姜ネギとの相性も抜群です。店長さんは気さくでとても話しやすい人だったのでね、本当に居心地も良かったです。続いて鴨水というメニューがあったので注文してみました。そばかご飯で選べますが、今回はご飯でいただきます。これお茶漬けの上位互換みたいな感じでめちゃめちゃ美味しかったのでおすすめです。出汁はあっさり系なんですけど、味はねしっかりしているのでね、美味しいのとね、パクパク食べれますね。そして串焼きもいただきます。いやほんとこのお店ね、鶏肉好きにはたまらないですね。ちなみにこれはささみとつくねでございます。
いやー、串焼き美味しかったです。からの焼きそばもいただきます。さっきご飯もの食べてたんでね、こいつまだ食うんかみたいな感じになりましたけど、食べます。お店で食べる出来たての焼きそばってなんでこんな美味しいんですかね。正直ね、いろいろ食べたんでお腹は膨れていたんですけれども、それでもね、あっさりと完食してしまいました。ごちそうさまです。めちゃめちゃ美味しかったですね。全部うまかったです。そして営業時間もすごいんですよね。夕方6時から朝6時までやっております。いい感じにお腹いっぱいになって幸せな気分のままホテルに戻ります。そして今夜のホテルはサウナと温泉がついているんです。最高です。温泉入ってきました。温泉良かったですね。ここの温泉はあれでしたね。ナトリウム炭酸泉塩温泉だった気がする。ぬるぬる系の温泉でめっちゃ良かったです。で、風呂上がりの炭酸レモン飲んで、今日も爆睡ですね。てな感じで大分ドライブ旅2日目も朝から晩まで堪能することができました。そして明日は大分旅行最終日、由布市と別府市を中心に秘境スポットやグルメを堪能しつつ回っていこうと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録して次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。